見た感じ問題ないで。大丈夫そうだね。かっこいい。ゆるふわ軍事チャンネル。皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。今回はちょっと前に引き続き前回ヤマトに搭載されていた兵器を作っていこうと思います。主砲の近くにあった副砲、60口径3連式 15.5 センチ3連装砲だね。おう、これか。これをもちろん1分の1スケールで作っていきます。またでかいサイズやん。そうなんだけど、ヤマトの主砲に比べるとかなり現実的な大きさに見えてきます。そうなん。早速砲台として作っていくんだけど、バーベッタの直径は6メートル30センチくらい。確かヤマトは14メートルやな。つまり半分以下ということになるね。ニュッと伸ばして、このぐらいの高さの位置に作っていきましょう。ヤマトでもちょっと高い位置にあったからな。今回も比較しやすいようにマウスの砲塔を隣に設置。と言ってもこの砲塔のサイズ感がようわからんわ。ヤマトの手法で問題になった戦闘中の動作が極端に重たくなる問題。視聴者さんによると、やはり PC と頂点数の数に理由があるということで、PC についてはこの動画でご紹介したように、インテル Core i9-13900K と新たに導入した RTX 3080を使用。これぶったたきながら紹介した謎の動画や。あと設計では極力頂点数をまとめたり、数が少なくなるよう形を工夫しました。これで全て問題解決しちゃった。それはよかったな。尺が長くなる予感がするのでサクッと作っていきます。ということはまた作るの時間かかったんか。これ副砲だよ。そんなことあるはずないじゃん。まず、この砲塔について資料がほとんどなかったのですが、私が測定したところ、幅は6メートル程度。全長は7メートルくらい。高さは2メートル30から40センチくらいだね。ヤマトの手法と比べるとコンパクトやな。ちょっと形が間違っているんだけど、後ろのところをキュッと縮めて、砲塔前面は5メートル60センチくらいかな。次は砲塔後部の曲線。スプロケットは綺麗な曲線を作るのが難しいので、別の円を一度作ってからそれに合わせます。下書きとして使うってことやな。こんな感じで砲塔の大雑把な形は完成。あとは細かいところの修正。この砲塔は長方形のような形で、横にわずかに膨らんでいる形状でした。今回も砲塔前面は別パーツで作っていくので削除。この部分をへこませるのに分割する必要があるからか。へこませた後に修正するのは難しいので、砲身周辺の構造を全部仮搭載してから作ります。これは太さを補うため自作装飾で持っている様子。打ち出す砲弾は 15.5 センチですが、砲身根元部分の直径は43センチくらいあったみたいです。かなり太いんやな。詳しくは知りませんが、60口径の長い砲身が曲がらないようにしていたのかもしれないね。それでこれが砲身の根元についていた謎の装備。残りの砲身もつけて、謎の装備もつければ搭載完了。出たよくわからんタイミングでガチューン。今の時点でこんなサイズ感だね。マウスと比較すると3倍くらいありそうや。では砲塔前面を作っていきましょう。この副砲はまっすぐではなく滑らかな形状ですね。天板とガッチャンすれば完成。不要な部分は縮めておきます。だんだん形なってきたで。ここからはさらに複雑になります。スプロケットには大きさを測る物差しツールが存在しません。そのため画面のようにキューブを使って一つずつサイズを測る必要があります。今は砲身の高さ3つの間隔を調整中。穴を開ける間隔としては両サイドが82センチ、中央が72センチです。実物との濃さがどのくらいなのか気になるな。ヤマトの手法を作るときに思いついたペイント工法で、この部分をへこませていきます。スプロケットは2輪の場所に頂点を作ることができないので、辺をひたすら分割。だから頂点だらけになるんやな。あとは頂点をペイントした位置に移動。へこませたい部分を選択してエクステンドしてから引っ込めます。あとは不要なパーツをお掃除して形を整えれば完成。終わったらいやらしくなっちゃうんですね。砲塔の形見えてきたで。この時点で軽巡洋艦の最上に搭載されていた手法と同じ形になります。おう、これか。ただ、山ちゃんの副砲として搭載していたものは、測距儀の位置や見た目が大きく異なっていますよ。ゆるふわ軍事チャンネル。砲塔前面はこんな感じで凹んでいて、ここに謎の装備がついていました。謎の装備って、しかも微妙に形が違うものが2つもついていました。形状的に向かって右側が横に広いので旋回主要。
この左側が縦に広いので、車種用の窓のようなものだったのかな？当てにならないので詳しい方はコメントからお願いします。はい、砲塔後部に付けられていたのは8メートル級測距儀。後ろ側は7メートル40センチ。前側は8メートル40センチくらいのサイズがあったみたいね。作ったものは形がおかしいですが、開口部は1メートルくらいの開きがありました。この部分だけで1時間半くらい時間をかけながら無事に完成。これかなり時間かかっとるやつや。でもこれでほとんど完成やない。よく見てほしい。ゆまちゃんの副砲は見た目が違うことを。なんか隙間みたいなのあるんか。これね、最上の砲塔にはついていないもので、多分追加装甲だと思うんだよね。ほう。それで、天板と前面だけについていたのか、側面側にもついていたのかよくわからなかったのですが、この写真から前面についていた可能性が高く、そのように作ってみました。今触っているのはその追加装甲だね。よいしょ。砲塔本体の追加装甲は完成。写真と比較すると確かにこんな感じやな。一応これで仕上げていきましょう。もちろん測距儀のところにも搭載しましたよ。では地獄のような大量の装飾を乗せてデコっていきます。軽く精神やられとるやん。これははしごの部分。一つ一つ作っていたのですが、面倒なのでこのようなものを作ってみました。これやと一気にできるやん。ただ、変形がうまくできず、結局一つずつつける羽目になりました。曲げが難しいんか。いじっている時間を考えるとほとんど変わらないんだよね。続いて砲身の横についている輪っかのようなパーツ。これなんなん？こちらのゲーム画面で紹介すると、波などの水の侵入を防ぐキャンバスカバーの巻き込みを防ぐキャンパスガードだね。前の動画で視聴者さんに教えてもらったものやな。他の砲塔でも砲身の周りについている不思議な構造は多分キャンパスガードだね。また一つ勉強になったな。さらに支柱を12本立てて完成。砲身も多いと周りの構造も多くなるな。砲塔天板装飾は支柱と転落防止用のワイヤーだね。いい感じにたわませて完成。やない。砲塔側面についていた謎の装飾もサクッとつけて、砲塔天板についていたチャームポイントは通信用のロープ式アンテナを固定する支柱。高さは3メートル40から50センチだね。かなり高いんやな。その足元にあったのはこれもよくわからない謎の装置。また謎の装置か。ヤマトの四方についていた同じようなものは砲台帳用の観測鏡だね。詳しい人何か教えてな。ちょっと形を調整してスムースアングルを入れればこの部分は完成。あとは天板にこのような踏み台を作って。これなんや。ポイント。だからこれなんや。ポイント。ヤマちゃんの副砲についていた謎の、一人で忙しいのがここにおるで。追加装甲のようなものを固定するパーツだね。こんな感じで全周についていました。最後にリベットのような装飾を大量につければついに完成。では完成した兵器を見ていきましょう。重量342トン。あれ？想像したよりめちゃ軽いで。理由は走行。なんと50ミリしかありません。これは砲塔本体の25ミリに追加装甲の25ミリを足した仮の数値になっています。こんなん無理やろ。そこをバトルフィールド1942で鍛えた大和魂でどうにかします。何年前のゲームや。手法は長方針の60口径 15.5 センチ砲。途中録画せずに進めていた時間が多いため、詳しい制作時間は不明ですが、目安として12時間から13時間前後と思われます。待て、これヤマトの手法より時間かかっとるやん。これね、明らかに実装したパーツ数が多いんだよね。それと、形状が複雑なことと追加装甲もあったので、時間がかかってしまいました。皆さん上手にできていると思ったらいいねしてあげてくださいね。ちなみに人と比較するとこのくらいだね。でかすぎてようわからんで。それでは、せっかく作ったので砲塔のツアーをしていきましょう。何？皆様ごきげんよう、東北ずんこです。おい、有名な投稿者さんの真似すんな。あの方が作る旋回本当にすごいからね。作り方教えてほしい。使っとるソフトがそもそもガチや。では早速登っていきましょう。はしごを越えると砲塔天板。高さ3メートル超えのアンテナが目に入ってきますね。測距儀の上に立つとこう見えます。これかなり高いで。ヤマトに乗せられていたものより低く作ったので、実際はもうちょっと高いのかな。右側には比較用として作ったマウスの砲塔。これもこれでかなりでかいからな。
下に降りて砲塔天板。方針のところにも行ってみましょう。ぐるっと回して。こんな感じだね。まあ行くやろな。スリスリしながら方針の先っちょに移動。こんな感じで見えますね。実際はこの後ろに巨大な環境があって、どういう風に見えていたのかと思っちゃうね。こういうことができるのは1分の1の魅力やな。落ちる前にスリスリしながら戻りましょう。これ環境を作るしかないやろ。作ろうと思えば多分作れるけどね。ちなみに砲塔内部はどうなっていたのか。ゆかり、なんでここにおるんや。ゆかりちゃんは身長170センチくらいの高さに設定しています。実際の砲塔内部とはかなり異なりますが、空間というか広さは体験いただけたと思います。戦車とは桁違いの大きさやな。もちろんこの方針の付け根付近も全く形状が異なっていますよ。ではゆかりちゃんを読んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。今回も私は奉仕というか射手するから、あかねちゃんは旋回手、ゆかりちゃんは状況報告してね。了解や。それでは GPU を強化した PC で戦闘開始。よいしょ。おいまたカクカクやで。どういうことこれね、他のゲームでは 4K で最高画質にしても一応遊べるスペックなんだよ。ちなみに今の FPS は3です。前と同じやん。予想した通り間違いなくソフト側の問題で確定だね。この場合、取れる方法はもう一つだけ。乗せた装飾の撤去やな。あとは作ったパーツの頂点を削る方法ですが、これは制作時点でやっています。それと、ゲーム内に用意されている装飾を乗せると重くなるので、不要なところは取り除きます。ちなみにこの問題については、スプロケットの制作者に改善してほしいと要望を入れているので、もしかしたら今後普通に動作できるようになるかもしれません。それがええで。ちなみに1分の1ヤマトを作るとなると、今の頂点数上限の少なくとも50倍以上は必要になると思うのですが、そうなると逆に PC 側に限界が来そうな気がするね。どの道作れんというオチか。この設計画面で見るだけなら問題ないけどね。せっかくなら動かしたい。はい、ということで再開していきましょう。どんな感じかな？一応スムーズに動いとるわ。車種指定は一応30から 60fps 出ています。これなら問題ないね。それでは敵さんをぶちのめしていきます。言い方。丘の上に野生の敵戦車。くらえ60口径。あれ、なんだっけ？なんとか積んだよ。一発命中2発長弾撃破。てかちゃんと覚えとけ。まあ余裕ですね。という夢を見たんだよね。このシナリオでは100ミリ以下の走行はついていないのと同じなので、欲張って200ミリにしてみました。なんとしてでも勝ちに行く東北寸子。戦艦並みの走行をつける、それがうちのゆかりちゃんです。なんか言ったか。では再開します。重くすると方針の動きにも影響が出る。見た感じ問題ないで。大丈夫そうだね。かっこいい。ちなみに、ヤマトに乗せられたこの副砲は、最大仰角が75度から55度に制限して使っていたそうですよ。もちろんこのゲームでもそのように設定しました。完璧やな。丘の上に敵戦車死人。3秒来とる。この手前のからやるよ。ポイント撃破。2発命中、敵戦車撃破。ちなみに今回の砲塔、それぞれの発射間隔は 0.05 秒ほど遅延させています。微妙に遅れて発射しとるってことやな。次はこの視聴者さん。だから視聴者さんいじりやめで。勢いよく何かを吹き出しながら撃破。山ちゃんの副砲で撃破されて嬉しそうですね。そんなわけあるか。次はこの子。よいしょ。砲塔に一発命中、撃破。敵戦車いっぱい来とるで。単発発射に切り替え。説明が遅れましたが、このシナリオは左に見える赤い防衛ラインを突破されると私たちの負けです。ちょっと待った。今変なこと起こったで。これ私たちに当たった砲弾が長弾して敵戦車の履帯に当たってるね。しかも履帯切れとる。12時の方向に敵戦車2両。あらあら、そんなところから狙っちゃって。3時の方向に敵戦車。これ防衛ライン突破されるで。砲塔旋回遅いよ。何やってんの？これ性能の限界や。ヤマト魂は性能限界超えないとダメでしょ？砲塔旋回が止まらん。笑った？何笑ってんねん。やだ、またお尻向けちゃって。あー、ポイント。敵さん特に反応なし。あれー？真面目にやれ。
敵さん炎上。ガルパン仕様なのでただの花火ですよ。あいた。またお尻向けちゃってる敵さんだね。一定距離近づくと距離を取るゲーム仕様です。本当かな？敵さん炎上。いい反応ですね。くらえ、60口径 15.5 センチ積んだろう。あー、燃えた。あいた。どうなってんねん。多分擬態で吸収された模様。平均周りはめちゃ強いからね。正面と側面に2発命中。撃破。敵車両全滅。やっとで。はい、ここからはちょっとだけおまけの戦闘。前回ヤマト砲で試した時に苦労した緑のお椀型戦車。この副砲でも試していきます。よいしょ。前段長弾。この戦車めっちゃ硬い。2発命中。長弾。この武器ならいけるよね。側面にニヤンと命中。前段長弾。側面にニヤンと命中。ね、すごいでしょ？これ硬いってレベルがないやろ。背面走行を貫通。撃破。これね、使っている砲弾は 15.5 センチ、全長40センチの鉄鋼弾なんだけど、全く抜ける気がしないね。前段長弾。命中させる場所変えてもあかんのか。砲頭、側面、正面下部全部狙ったけどダメだね。そのうちダメージが蓄積されて撃破できるかなと思ったんだけど、全弾なくなるまで撃破できませんでした。ダメやん。このシナリオをプレイするときは十分な思考を用意して挑戦しましょう。はい、ではもう一つ気になることを試験して終わります。それで何するん？この戦車じゃなくて砲塔、正確には630トンあるんだけど、もしかして履帯をつけたら動くんじゃないかって気になるよね。ということで作ってみました。日本中が夢見た自走式60口径3連式 15.5 センチ3連装砲塔です。さすがに動かんやろ。では試験していきます。めちゃグワングワンしとるで。というか足回りが異常なことになっとる。もちろんこのくらいは想定内だよ。声裏返っとるやん。発進。おう、向いとる。味方も普通に動いているので成功ですね。正面、敵戦車死人。またか。一体どこの敵さんかな。やだ、ちょっと恥ずかしい動きしてる。これどうなっとるんや。念のためモザイク処理しておきましょう。いらん。そのいやらしい砲弾を発射したのは敵戦車の砲撃機ます。これカーベイ222や。面倒なので処分しておきましょう。カーベイ222撃破。余裕の音だ。一時の方向新手の敵戦車。危ない砲弾来たで。次はどの敵さんかな。これガンダムの61式戦車5型や。まあ余裕で撃破ですけどね。あちょコロコロ長弾。一時の方向新手の敵兵器。発砲しとる。というか次から次に出てくるな。これ弱タンクや。あらあらお久しぶりですね。ちょっと待って。遠くから見ると縦横のサイズがちょっとおかしい。なんか背伸びしとるみたいやで。これね、カメラの画角に収まりきらない感じで作ったからサイズ感がいまいちわからなかったんだよね。ポイッと撃破しておきましょう。ザクタンク、面白い反応もなく撃破。今度のバージョンアップで砲塔が吹き飛ぶようになるそうですよ。待て、これ全部砲塔から加工したやつやろ。どうなっちゃうのかな。はーい、こんな感じですね。ちょっと前に引き続き戦艦ヤマトに搭載していた兵器を作ってみました。こうやって作るとサイズ感がよう分かってええな。次回どのような兵器を作るのかお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。今回の動画が面白かったと思われた方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。